はもちもちフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、もちもちフライドポテトを作っていきたいと思います。今回は中身がもっちもちのポテトなんですが、表面はカリッとした仕上がりにしていきます。作り方もですね、混ぜて形作ってあとは揚げるだけなのですごく簡単です。材料もですね、油以外はたったの材料を4つで作ることができます。さらに今回はポテトにぴったりなソースを2種類ご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、片栗粉、薄力粉、塩、揚げ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもですね。こちらは今回新じゃががあったので新じゃがを使っていきます。こちらは新じゃがかまたはメークインを使っていただくのがおすすめです。男爵芋でもね作れなくはないんですが、ちょっとね崩れやすいのでメークインか新じゃがなどを使ってください。そしてあとは片栗粉と薄力粉ですね。薄力粉に関しましてはこちらは米粉で代用していただいても OK です。米粉にするとよりサクッとした仕上がりになります。そして味付けは今回塩だけでシンプルに行っていきます。お好みで顆粒のコンソメなどを使っていただいても OK です。それでは続いてソースの材料をご紹介します。今回2種類ご紹介していきます。まずバーベキューソースから材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、中濃ソース、お醤油、胡椒、こちらの4つの材料で作っていきます。ソースに関しましては今回中濃ソースを使いますが、ない場合はウスターソースを使っていただいても OK です。それでは続いてハニーマスタードソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、粒マスタード、蜂蜜、お醤油、こちらの4つの材料で作っていきます。粒マスタードは普通のマスタードで代用していただいてもどちらでも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずバーベキューソースからね作っていきます。器にケチャップ、あとは中濃ソース、そしてお醤油、あとは胡椒ですね。白胡椒です。これをよく混ぜます。はい、これでバーベキューソースは完成です。それでは続いてハニーマスタードソースを作っていきます。こちらも器にマヨネーズ、そして粒マスタード、あとは蜂蜜、そしてお醤油です。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。これで簡単なハニーマスタードソースの完成です。甘さやしょっぱさはお好みで調整していただいて OK です。それではポテトを作っていきます。まずですね、じゃがいもの皮を剥いてください。じゃがいもの芽がある場合は必ず取り除きましょう。そしたらもう一つも同じように剥いていきます。はい、そしてこのように皮を剥いたら適当にね、だいたい一口大ぐらいの大きさに切っていきます。はい、こんな感じです。だいたい同じぐらいの大きさに切ってください。はい、このように切ります。そしたらこちらはボウルに入れて、そしてこのまま水に5分ほどさらしてください。そしてじゃがいものアクを抜いていきます。はい、5分経ちました。そしたら水を一度切ってください。はい、このように水を切ってください。少しね、器が小さかったので、こちらちょっと大きめのボウルに移し替えます。はい。皆さんはね、最初から大きめのボウルでね、水にさらしていただくといいかなと思います。そしたらここにふんわりラップをかけます。そして空気の出入り口を1箇所作ってください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で6分加熱していきます。じゃがいもが柔らかくなるまで加熱してください。はい、6分加熱しました。やけどしないようにね、ラップを外してください。これで竹串でじゃがいもを刺してスーッと通れば OK です。もしまだね、硬い場合はもう少し加熱してみてください。そしたらですね、マッシャーで潰していきます。あるいはフォークでね、潰してください。できるだけ滑らかになるようにしっかり潰してください。じゃがいもがね粗くなってしまうと揚げた時にねボロボロなりやすいのでしっか
かりめにね潰しましょう。しっかり潰せれば OK です。こんな感じです。そしたら続いてここに片栗粉と、あとは薄力粉、そして塩を入れます。そしてこちらをよく混ぜましょう。粉っぽさがなくなるまでしっかり混ぜてください。このように粉っぽさがなくなってくると、だんだんねこうひとまとまりになってきます。ある程度混ざったら、あとはゴムベラなどを使ってひとまとめにします。はい、 OK です。この時ですね、指で触って指にもくっつかないぐらいの硬さになってれば OK です。もしねまだ指にくっつくぐらい緩かった場合は、薄力粉と片栗粉を半々でね少しずつ加えて調整してみてください。じゃがいもの水分量によってね多少変わる場合がありますので、この指につかないぐらいを目安にしてみてください。あとはこうやってねちょっと丸めた時にポロポロしないぐらいですね、そのぐらいになってれば OK です。そしたらこちらを2等分にします。そしたら1つ取っていただいて、ぎゅーっと一度丸めて、そしてコロコロ転がして細長くしていきます。この時もしねまだじゃがいもが熱い時は、もう少し粗熱を取ってからやっていただいて OK です。はい、 OK です。この幅がだいたい直径2センチぐらいになるように伸ばしてください。そしたら続いてこちらをだいたい 1.5 から2センチ幅ぐらいで切っていきます。だいたいで OK です。はい、このように切ります。そしたら続いてフォークでじゃがいもを潰します。むにっと潰してフォークの跡をつけるイメージですね。このようにじゃがいもに跡をつけてください。では残りも同じようにむにっと潰して跡をつけていきます。こんな感じです。ではどんどんね残りも同じように跡をつけていきましょう。跡をつけていく時にフォークがねじゃがいもから剥がれにくい時は、このように少しねフォークにサラダ油を塗って、そしてむにっと潰してみてください。そうするとねフォークから取りやすくなります。このようにフォークで跡をつけてください。厚みはねだいたい1センチぐらいになると思います。では残りの半分も同じように作っていきます。全部作りました。今回は全部でね30個分になってます。こちらは目安にしてみてください。それでは今からこちらを油で揚げていきます。それではフライパンを用意してください。そしてフライパンの底からだいたい1センチぐらいの油を注ぎ入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。今回は170度の油で揚げていくので、170度ぐらいまで一度油を温めます。はい、それではね適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からブクブクブクっと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになっていれば OK です。そしたらやけどしないようにポテトを入れていきましょう。入る分だけね入れてください。全部いけそうですね。はい、今全部入りました。あとは全体がいい揚げ色になるまで揚げていきます。ポテト入れるとねちょっと油の温度が下がるので、火加減を調整しながらね揚げてください。はい、で揚げてから1分ぐらいしたら裏返しましょう。火の当たり具合でねちょっと揚げ色具合が変わるので、こちらも様子を見ながらね揚げていってください。また1分ぐらいしたら裏返して、あとはね時折転がしながら全体にいい揚げ色がつくまで揚げていきましょう。揚がったものからね取り出してください。この揚げてる最中はね油跳ねには十分に注意しながら揚げるようにしてください。今ねトータルで3分ほど揚げました。こんな感じでいい揚げ色になったものから取り出していきます。本当にね火の当たり具合でかなり揚げ色が変わってくるので、調整しながらね揚げてください。はい、美味しそうに揚がりました。表面はねこのようにカリッカリに仕上がってます。あとはねこのまま3分ほど油を切ってから召し上がってください。はい、これでもちもちフライドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。ポテトの表面はこのようにとてもサクサクに仕上がってます。そしてこのように中はもっ
ちりとした仕上がりになってます。あとはこのねバーベキューソースとハニーマスタードソースをお好みでつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。外はカリッカリで中がもっちもちです。美味しい。バーベキューソースからいただきます。いただきます。バーベキューソースすごく合いますね。では続いてハニーマスタードもいただきます。この蜂蜜の甘さがポテトとすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のもちもちフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもの品種に関しましては、今回私はね新じゃがを使ってます。使うのであれば新じゃがかもしくはメークインを使っていただくのがおすすめです。卵色芋でもね作れなくはないんですが、ちょっと形が崩れやすいのでこの2種類のどちらかを使っていただくのがおすすめです。そしてじゃがいもに関しましては、皮を剥いて一口大の大きさに切って、その後ですね電子レンジで柔らかくなるまで加熱してみてください。今回は 600W の電子レンジで6分加熱してますが、こちらは目安にしてみてください。 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。そしてその後じゃがいもを潰すんですが、じゃがいもはできるだけ滑らかになるようにしっかりめに潰すようにしてください。そしてその後ですね薄力粉、片栗粉、あとは塩を加えてしっかり粉っぽさがなくなるまで混ぜてください。今回はですねシンプルに塩味にしてますが、こちらはお好みでコンソメにしていただいても OK です。そしてその後ですね2等分にしていただいて、細長い棒状になるようにコロコロ転がしながら伸ばしてください。幅がだいたい2センチぐらいになるように転がして伸ばしてみてください。そしてその後はだいたい2センチ幅に切って、そして切り終わったらフォークで潰して空気を抜いてください。じゃがいもに空気が残っていると揚げた時に爆発してしまうことがあります。なので必ずフォークで潰してから揚げるようにしてください。そしてあとは揚げるだけなんですが、揚げる時は170度ぐらいの油でだいたい3分から4分ぐらいを目安にいい揚げ色になるまで揚げてみてください。そして今回はバーベキューソースとあとはハニーマスタードソース、こちらの2種類ご紹介しました。この単品だけでもね塩味がついてて美味しいんですが、ソースをつけても美味しいのでぜひこちらも合わせてやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はもちもちフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。